哲也です。今日はね、トランプ兵糧攻めで共和党完全掌握というテーマでお話してみたいと思います。先日の CPAC での演説以来、トランプさんに関する情報はあまり出なかったんですけどね、ここに来て新しい動きが見られるようになりました。本日参照するこの記事によれば、トランプさんは共和党の政治資金管理団体にトランプ氏の名前や肖像を使ってはならないという停止通告書を送達したとのことなんですね。共和党には主に3つの政治資金管理団体があります。実は正確に言うとね、政治資金の管理だけではなくて選挙支援全般を行う団体なんですけどね、ここでは便宜上政治資金管理団体と呼ぶことにします。具体的にはですね、一つは RNC、 これ共和党全国委員会でありね、2つ目は NRSC、 これは全国共和党上院委員会であり、また3つ目はですね NRCC、 全国共和党下院委員会なんですね。トランプさんは今回これらの共和党の政治資金管理団体すべてに停止通告書を送ったとのことなんですね。ではそれによってどんな影響が出るかというと、それらの政治資金管理団体はその停止通告書に従えばトランプさんの名前や肖像、これは写真やイラストや動画等を含めますけれども、そうした肖像をですね用いた資金集めができなくなるんですね。今や何といってもね、共和党の顔はトランプさんですから、その名前や肖像を使わずにどれほどの資金集めができるかとなるとね、非常に疑問と言わざるを得ませんね。これまでの動画で何度かご紹介したように、エポックタイムズが最近行った世論調査によれば、共和党の現在のリーダーは誰だと思いますかという問いに対して全体の、実に 82% がリーダーはトランプさんと答えたということなんですね。これはまさに他の追随を許さないぶっちぎりのダントツトップ。なんせね、2位の2階に住むパンダハガーであるねミッチー・マコーネル上院院内総務がわずか 3% しかなかったんですからね、勝負にも何もなりませんよね。この調査では次回の中間選挙でトランプ氏のサポートなしで上院において過半数以上の議席を取れるかという質問もあったわけですけども、これに関してはね、なんと 73% がノーと答えた。そして下院でも上院とほぼ同じような結果が出たとのことなんですね。つまり大半の共和党支持者がトランプさんのサポートがなければ上下両院とも過半数以上を取ることが厳しいと考えているということなんですね。ところでこの調査において最も衝撃的な結果は次のことなんです。実は回答者の約 90%、 25,667 人がトランプさんが後押しする候補者に投票すると答えたというんですね。もう一度言いますよ。回答者の約 90% がトランプさんが後押しする候補者に投票すると答えたんです。そして逆にトランプさんが後押しする候補者には投票しないと答えた回答者はわずか347人で、全体の 1.2% にとどまったということなんですね。つまりこのことはトランプさんの後押しやサポートが得られない候補者は当選が非常に困難になることを意味しています。さらに先日閉幕した CPAC の年次総会でも簡単なアンケート調査が行われたんですけどね、トランプさんの MAGA や America First といった政策の継続を希望する人が実に 95% に及んだとされていますし、さらには 97% の人がトランプさんの大統領としての仕事ぶりを高く評価したということなんですね。いかがですか？これらの数字から言えることはただ一つ。そう、共和党というのはもはやほぼトランプ党だということなんですね。ここで考えていただきたいんですが、もしトランプさんが顔である政党が資金集めをするときにトランプさんの名前や肖像が使えないとなったらどうなるでしょうか？そこに大きなお金が集まると思いますか？答えは完全にノーですよね。つまり RNC、NRSC、そして NRCC などの
共和党の政治資金管理団体がいくら資金を集めようとしてもトランプさんの名前や肖像が全く使えないということになると、絶対にうまくいかないということになるんです。その一方でトランプさんは CPAC の最終日の演説の中で、現場にいた1万人以上の聴衆の前で、自宅等で中継映像を見ていた人を含めると約3100万人の聴衆に対して、トランプさんの政治資金管理団体である Save America Political Action Committee に政治資金の提供、すなわち寄付をするよう強く呼びかけました。つまり一方では共和党の政治資金管理団体への寄付はトランプさんの名前や肖像を使わせないということを通じて大幅に減らそうとしながら、他方ではトランプ氏ご自身の選挙資金管理団体への資金提供を大々的に呼びかけた。このことが一体何を意味するのか、もうお分かりですよね。そう、トランプさんが選挙資金面で他の政治資金管理団体より圧倒的に優位な立場に立つとともに、そしてここが大事なんですけども、トランプさんが候補者の選定にも強大な影響力を行使できるということになるわけです。ところでトランプさんから停止通告書を受け取った政治資金管理団体はどう対処しているんでしょうか。先ほどの記事によるとね、エポックタイムズの調べでは3月7日現在 NRCC、 これ全国共和党下院委員会は今なお新たな E メール登録者向けのメッセージにトランプ氏の名前を記載しているということなんですね。しかもそのメッセージには、トランプ大統領と下院の保守派とともに立ち上がろうとか、トランプ大統領がナンシー・ペロシや急進的な民主党と戦うのを支援しようなどと書かれているそうです。また NRSC 全国共和党上院委員会のホームページでは、いまだにトランプ T シャツがオンラインで買えるようになっているとのことなんです。つまりね、トランプさんの名前も肖像も使いまくりってことなんですよなぜか。答えはとても簡単。そうしないとほとんど資金が集まらないからなんですね。たとえ裁判になったとしても背に腹は変えられない、敗訴するまでトランプさんの名前や肖像を使い続けるかもしれませんね。この点、ビッグデータポールという調査会社のディレクターリッチ・バリス氏は次のような趣旨の発言をしています。もしトランプさんがその気になれば、共和党の政治資金管理団体を財政破綻の状態に追い込むことも可能だ。そしてもし共和党の政治資金管理団体がトランプ氏が全米の支持者から資金を吸い上げることによって資金集めがうまくいかなくなると、候補者は共和党の政治資金管理団体の支援に頼っているので大きなトラブルを抱えることになるとね。そうなると候補者は共和党の政治資金管理団体をバイパスして迂回してですね、トランプさんの政治資金管理団体に頼らざるを得なくなってきますよね。この点に関してニューヨークで来年の中間選挙で下院選に立候補する予定のジョージ・サントス氏は先週こう語ったそうです。候補者が RNC をバイパスすれば、そうした共和党の政治資金管理団体に対して想定以上にトランプ氏が必要であるというメッセージを送ることになるだろう。このことはこの局面においていかにトランプ氏個人が共和党自体よりもパワフルな存在であるかを例示するものだとね。このようにトランプさんは資金面で共和党の政治資金管理団体をいわば兵糧攻めにして弱体化させ、それと反比例する形でご自身の Save America Political Action Committee という政治資金管理団体を強大化させることにより、共和党内での資金面での影響力を強めようとしています。そしてまたそのことによって立候補者の人生に強い影響力を行使することができるようになるということなんですね。トランプさんは CPAC の演説の中でトランプさんへの弾劾に賛成票を投じた共和党下院議員全員と
上院の弾劾裁判で有罪票を投じた共和党上院議員のうち、来年の中間選挙で改選の時期を迎える議員を全員ライノと呼び、絶対に当選させないという事実上の決意を表明しました。ライノというのは名ばかりの共和党員という意味なんですね。共和党員ということを名乗っているけれども、実質的な行動はね、もう民主党とほとんど変わらないという意味なんですね。そういう人は結構多いですよね、共和党の中には。いずれにしてもね、トランプさんのこの決意表明、非常に揺るぎない決意と言えそうですね。すでに下院ではワイオミング州選出のリズ・チェイニー共和党会議議長、上院ではアラスカ州選出のリーサ・マカウスキー議員に刺客としての対抗馬を立て、強力に支援する話が進んでいます。このようにトランプさんは現役時代に比べたらマスコミ等への露出は極端に減ったんですけれども、もう来年に迫った中間選挙、そしてその後に続く大統領選に向けて着々と手を打っています。いや、頼もしいじゃないですかね。これからも新しいトランプ情報が入ったら多分、日本のマスコミはほぼ無視すると思うんでね、このチャンネルを通じて皆さんに逐一ご紹介していきたいと思っています。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。